はい、今回はアイソトープ社のオーディオリペアツール RX7 の使い方第2弾ということで、各モジュールを用いた処理を取り上げていきたいと思います。RX7 のモジュールは画面右のメニューの中に並んでいます。ここから目的のものを選ぶわけですが、今回はブレスコントロールを使用してみましょう。ここにブレスをあえて入れたサンプルを用意しましたので、一度お聞きください。ブレス除去のテストをしています。このようにしっかりとブレスが入っていますね。これに対してブレスコントロールを適用していきます。使い方は非常に簡単で、センシティビティでブレスを検知する感度を設定し、ターゲットレベルでブレスをどの程度の音量にするかを設定するだけです。まずはターゲットレベルを無音にしてセンシティビティを調整してみましょう。効果を視聴するにはプレビューボタンを押して再生します。ブレス除去のテストをしています。ブレス除去のテストをしています。ブレス除去のテストをしています。このサンプルの場合、センシティビティをマックスにしても、ブレス部分と通常の部分としっかり分けて処理されていますね。もし通常の部分にも反応してしまう場合は、ギリギリブレスが消えるくらいのところまで下げて調整します。ブレスを完全に消したくない場合は、ターゲットレベルを上げて調整します。ブレス除去のテストをしています。ターゲットレベルは絶対値ですが、原因に切り替えると、現在の音量から相対的にどのくらい下げるかを設定することもできます。ブレス除去のテストをしています。プレビュー内容に満足したら、レンダーボタンを押して確定します。続いては、こちらのサンプルをお聞きください。さまざまなノイズを除去するテストをしています。セリフの通りさまざまなノイズが混ざっていますね。こちらをきれいにしていきたいと思います。まず大きなバチッといった感じのノイズが気になりますね。こういったものを除去するにはディクリックを用います。左上のアルゴリズムから選択していきましょう。サウンドを聞きながら切り替えていきます。さまざまなノイズを除去するテストをしてい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 ます。今回のノイズにはマルチバンドの2つがマッチしたように思います。なお、このように規則性のないノイズには通常ランダムクリックの方を選択します。フリーケンシースキューではクリック検知の周波数特性を調整します。左に寄せると低域、右に寄せると高域を検知します。低域のノイズが少し残っていますので左に振り切ってみましょう。さまざまなノイズを除去するテストをしています。きれいになりましたね。次にセンシティビティを調整してみましょう。こちらはクリック検知の感度を決めるパラメータです。なるべく高くしたいところですが、上げすぎると声がおかしくなります。さまざまなノイズを除去するテストをしています。さまざまなノイズを除去するテストをしています。適度なポイントを探りましょう。クリックワイドニングでは、検知されたクリックに対して処理する周囲の範囲を調整します。非連続的なクリックの修復や、その他のデジタル的な波形の問題を修正する場合は、ここの数値を高く設定しますが、あまり高くしすぎると、こちらも声がおかしくなります。さまざまなノイズを除去するテストをしています。さまざまなノイズを除去するテストをしています。さまざまなノイズを除去するテストをしています。可能な範囲に留めておきましょう。プレビュー内容に満足したらレンダーボタンを押して確定します。次に全体に薄く入っているホワイトノイズなどの雑音を消していきたいと思います。ここで使用するのはスペクトラルディノイズです。スペクトラルディノイズは不快なノイズを分析し、それを信号から差し引くことでノイズを除去します。分析を行う際には、できればノイズのみが鳴っている箇所を範囲選択し、ラーンボタンを押します。これで分析ができました。この時点でプレビューすると、さまざまなノイズを除去するテストをしています。すでにかなりきれいになっていますね。次にスレッショルドを調整してみましょう。下げるほど影響が少なくなり自然になりますが、ノイズが残りやすくなります。
上げるほどにノイズは消しやすくなりますが、欲しい部分まで削られて不自然になることがあります。このスレッショルドはリダクションと密接な関係があります。リダクションはノイズの削減量となりますが、例えばスレッショルド最大の状態でリダクションも最大にしてみましょう。様々なノイズを除去するテストをしています。このように波打つような不自然な仕上がりになりますね。この状態でスレッショルドを下げれば自然な状態に近づけることができます。様々なノイズを除去するテストをしています。両者のバランスで最も自然になるところを探っていきましょう。様々なノイズを除去するテストをしています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 。クオリティは特に CPU 負荷に支障がなければ最大にしておいて OK です。アーティファクトコントロールは低い方が声とノイズの分離が良くなります。ただ場合によっては声の音質が悪くなることもあります。その場合、音質低下が気にならないレベルまで右に動かして調整します。問題なければ左に振り切っておいて OK です。確認してみましょう。様々なノイズを除去するテストをしています。大丈夫そうですね。また、リダクションカーブにチェックを入れると、アナライザーの中央に青い線が表示されます。これによって帯域ごとのノイズ削減の強さを調整することができます。クリックでポイントを作り、上げればその部分のノイズ削減が弱くなり、下げるとその部分のノイズ削減が強くなります。これらのカーブを緩やかな曲線にしたい場合は、スムージングのスライダーを右に動かします。様々なノイズを除去するテストをしています。こちらもプレビュー内容に満足したら、レンダーボタンを押して確定しましょう。続いて、最初の差の部分に入ってしまっている、ボフッとした息の音、いわゆる破裂音を処理していきたいと思います。破裂音への対処には、ディープロッシブを用います。この時点で聞いてみても、様々なノイズを除去するテストをしています。かなりの精度で除去されていますね。ただ全体的に低域が抜けてしまっているようにも感じます。そこでまず、フリーケンシーリミットから調整していきましょう。フリーケンシーリミットは破裂音除去の上限周波数を決めるものです。現在 200Hz となっていますが、これが声の成分と重なってしまっているため、低域が抜けたように聞こえると考えられます。プレビューしながら少し下げてみましょう。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。このように 120Hz 付近とすると声が自然になりました。このサンプルではこれでも十分なのですが、他のパラメータについても解説しておきます。センシティビティは破裂音検知の感度を決めます。高くするほどよく破裂音を拾いますが、声の成分に影響が出ることがあります。ストレングスは破裂音を削減する際の強さを決めます。小さくすればもちろん破裂音は削減されなくなり、様々なノイズを除去する。大きくするにつれて削減の度合いが強くなります。様々なノイズを除去するテストをし、ただあまり大きくしすぎると全体的に低域が薄くなる傾向があるようです。適度な位置に調整しましょう。やはり真ん中あたりがちょうど良さそうなので、これで確定します。仕上げに視察音を取り除きましょう。使用するのは DS です。DS ではまずアルゴリズムを選択します。クラシックもしくはスペクトラルとありますが、クラシックは一般的な DSR で全帯域を抑制し、スペクトラルは視察音が最も顕著な帯域にターゲットを絞って抑制するというものです。今回はスペクトラルを選択してみましょう。次にスレッショルドを調整します。これは一定のレベルを超えた視察音を検知する際の識位置を決めるものです。もちろん下げるほど効きが強くなります。参考にするのはこのゲインリダクションメーターですが、合わせてアウトプット S オンリーにチェックを入れることで、検知している視察音のみを聞くことができます。できる限り視察音のみに反応するよううまく調整しましょう。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。次にカットオフフリーケンシーを調整します。
これは視察音とそれ以外として検知する境界線を決めるもので、上げるほどターゲットが絞り込まれ、下げると広範囲に視察音を検知します。この際もアウトプット S オンリーを活用できます。この状態で一番下まで下げると、様々な普通の声の成分も多く入ってきますね。様々な様々なノイズを除去するテストをしています。今回は高めに設定しておいても良さそうですね。続いてスピードの設定です。これはディエッサーのアタックとリリースの時間を決めるもので、ファーストとスローの2択となっています。多くの場合ファーストで対応できると思いますが、滑舌が悪く聞こえるような場合はスローにしてみましょう。スローで広域にポンピングが起きるような場合はファーストに切り替えてください。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。今回はファーストで良さそうです。続いてのスペクトラルシェーピングですが、これはディエッサーの効きの強さの微調整と捉えるといいでしょう。ディエッサーが効きすぎていると感じる場合は下げておきます。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。その下のスペクトラルチルトは、視察音に対しターゲットとなるノイズプロフィールを作成します。デフォルトの0はピンクノイズを表し、中域よりの自然なサウンドとなります。マイナス方面に振るとブラウンノイズがターゲットとなり、低域よりの暗いサウンドになります。プラス方面に振るとホワイトノイズがターゲットとなり、広域よりのサウンドとなります。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。様々なノイズを除去するテストをしています。今回はホワイトノイズが合っていそうなので、これで確定します。はい、これで全ての処理が終わりましたので、履歴を使って最初の状態と比べてみましょう。まず最初の状態。様々なノイズを除去するテストをしています。続いて処理後。様々なノイズを除去するテストをしています。このように驚くほど綺麗になりました。以上、今回は特に使用頻度が高いと思われるモジュールをピックアップしてお伝えしました。ぜひこれらを活用して貴重な音源を復活させてみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。